皆さんこんにちは、ゆかです。今日はちょっといつもとは違う感じで動画を撮ってみようと思います。こうしてお茶を飲みながら、お菓子を食べながら、リラックスした雰囲気でおしゃべりをする動画です。ラジオ番組みたいにしたら面白いかなと思って、あれこれラジオという名前も考えました。あれこれというのはいろいろなものや事柄のことです。例えばスーパーマーケットへ行って肉とか野菜とかお菓子とかいろいろなものを買ったとき、あれこれ買ったと言います。また旅行について何を食べようかな、どこへ行こうかな、何時の新幹線に乗ろうかなと考えるときはあれこれ考えると言います。このラジオでは日本語のこと以外に私の生活のこと、旅行のこと、食べ物のことなどあれこれ話をしたいと思っています。それであれこれラジオという名前を考えました。まだちょっと準備ができていないんですが、Spotify とか Apple Podcast などでも聞けるように準備したいと思います。YouTube では日本語の字幕の他に外国語の翻訳もつくので、文字を見ながら音声を聞きたい人はぜひ YouTube を見てください。はい、それではあれこれラジオスタートです。ちなみに今飲んでいるお茶は月桃茶です。これを飲んでいます。この月桃茶は先日石垣島へ旅行した時に買いました。月桃茶と言います。月桃茶はもしかしたらアジアの他の国でも飲まれているかもしれませんね。すごく爽やかな香りがするお茶です。そして今食べているお菓子はこちらの母木々というお菓子です。私の両親が三重県へ旅行に行った時に買ってきてくれました。これは源氏物語をテーマにしたお菓子です。このようにこの光源氏の歌、そしてからせみの歌、あとはこの寺と風景、そして紫式部のこの4種類の絵柄が入ったおせんべいです。あとこれを食べながら今日はいろいろ話をしたいと思います。私はどれを食べよう。このじゃあ光源氏の歌のちょっと開けてみましょう。はい、こういう感じでここの表面にねこう歌が書いてあります。光源氏。光源氏というのは紫式部が書いた源氏物語というその物語の主人公の男性のことです。光源氏と言います。はい、ちょっと食べてみましょう。これ中が抹茶ですね。こう中に抹茶が練り込まれた生地が入っています。美味しい。今日は第1回なので自己紹介も兼ねて私のこと、私の仕事のことについて話そうと思います。私は今東京に住んでいて日本語教師をしています。YouTube と Instagram も運営しています。また台湾の会社と一緒に作ったオンライン講座もあります。YouTube では日本語教育関係の動画の他に日本の観光地とか生活などを映像にした Vlog もあります。そして今日からはこのあれこれラジオも始まります。Instagram ではリールの短い動画とか単語を勉強する内容、またいろいろなお知らせについて発信しています。オンライン講座の方は台湾の会社と協力して作った初級の文法の講座と旅行の会話の講座、それからアプリの開発会社と一緒に作った会話のクラスもあります。私は日本語についてあれこれ発信しています。
ではなぜこんなにいろいろなものを発信しているかというと、人の好みがそれぞれ違うからです。皆さんが自分に合う方法を見つけられるように、なるべくたくさんの種類を用意したいと思っています。例えば学校の講義みたいな雰囲気が好きな人、落ち着いてじっくりと勉強したい人はオンライン講座がいいと思います。またリラックスした雰囲気で日本の風景や自然な会話を楽しみながら勉強したいという人は YouTube がおすすめです。そしてあんまり時間がない人とか、そんなに真剣に勉強するつもりはなくて、ちょっと単語だけ分かったら嬉しいという人はインスタグラムがいいと思います。人によって好きなスタイルが違うし、勉強の環境も違いますよね。なので私があれこれ出しているものは全部見なくてもいいんです。自分に合わせて選んでください。もちろん全部やってくれたらすごく嬉しいですけどね。でも皆さん仕事とか勉強とか忙しいと思うので、生活スタイルに合うものを選んでください。このように私は日本語についてあれこれ発信していますが、時々人から大変じゃないですかと言われることがあります。実は大変じゃないです。すごく楽しいです。これは私の性格が大きく関係すると思うんですが、私は昔からあれこれ挑戦するのが好きなんです。例えば大学を卒業して会社員をしていた時、その時も週末とか平日の夜に違う仕事とかボランティアとかをしていました。そして今は日本語を教える、日本に関係があることという共通点はありますけど、 YouTube、Instagram、そしてオンライン講座、あと LINE もありますね。公式 LINE もあります。このようにいろいろ使って発信しています。私はこういうふうにあれこれ挑戦して自分の中に変化があるのが好きなんです。でも人によっては、例えば一つの技術を追求して高いレベルまで到達したいっていう、そういうタイプの人もいますよね。例えば職人とかはそうですよね。ずっと靴を作ることを専門にして、そして靴を作るその技術だけを毎日毎日磨き続けて高いレベルに到達する。それが楽しい、それが合っているっていうタイプの人もいますよね。私はどちらかというと、あれもこれもそれも全部挑戦したい、全部やりたいと思うタイプです。それはそれぞれの性格とか環境によって違うのかなと思います。皆さんはどうですか？私のように毎年のように新しいことに挑戦して変化がある方が楽しいと思うタイプですか？または落ち着いて一つのことをずっとやり続ける方が好きなタイプですか？どうでしょう。人によって多分様々だと思いますが、ぜひコメント欄で皆さんのタイプを教えてください。それでは今日のあれこれラジオはここで終わります。それではまた次の回でお会いしましょう。バイバイ。